じゃあいただきます。じゃあスープから。ちょっと猫舌なんですぐ食べられないんですけど、辛くてすごい美味しいですね。辛味成分は山椒と黒胡椒と、あとは唐辛子ですねが入ってるんですけど、それぞれバランスよく、味がしてすごい美味しいですね。でこれどっかで食べたような味かなって思ったんですけど、これそばですね。そばじゃなくて焼きそばですね。焼きそばの風味がします。なんでそこまで、まずい、そこまでまずいって日本語おかしいね。まずくはなくてすごい美味しく食べられますね。で白菜自体もすごい煮込んであるんで、この硬い部分もすごい美味しく食べられます。でこれなんですけど、今日作ったレシピなんですけど、ネットで白菜だけのレシピって検索するといっぱい出てくるんですね。で、その中でやっぱり基本的に白菜と水とあと塩、それだけで作るようなレシピばっかりでした。それって本当に美味しいのかなって、基本的に僕は思っちゃうんですけど、この白菜とかキャベツって、一人暮らしとか2人でも3人でもやっぱり白菜って結構量があるんで、1玉で4分の1玉でもやっぱり一人暮らしだと余っちゃうかなと思うんですけど、そうですね、その余ったやつ捨てちゃうのもったいないので、どうしたらもんかなって思って、このレシピを、10年前ダイエットしてる時に食べてました。作ってでいろいろ美味しく食べるにはどうしたらいいのかなって研究した結果、今回のレシピのような近い感じになりました。今回ね、旨味成分お茶と昆布とカツオしっかり入れてるんで、すごい、旨味に関しては全然十分あります。はい。ダイエットに関してもカテキンが入ってたりとか、唐辛子とか、いろいろ、生姜とかいろいろ入ってるんで、代謝が良くなったりとか脂肪燃焼とか、十分、いけるんじゃないかなって思います。で鰹節に関しては僕が基本的にすりつぶして全部、食べちゃうような感じのスタイルをとっているので、タンパク質もね、少ないんですけど取れるんじゃないかなって思います。強いて言うなら食物繊維が少ないかなっていうぐらい、いろいろバランスが悪いんですけど、この白菜だけのレシピって、基本的になんですけど、食物繊維とかそういったものは他の食べ物から取り入れるようにした方がいいんじゃないかなって思います。タンパク質を基本的にまず取るようにしていただけたらいいんじゃないかなって思います。普通にうまいね。で全然関係ない話になっちゃうんですけど、最近僕もね、今でもやっぱり甘い飲み物とかって一切飲まないんですけど、もう飲まなくなっちゃったんですけど、今でもチョコレートはすごい好きでたまに食べちゃうんですけど、それ一回食べたらやっぱりループしてハマっちゃったりして太ったりしちゃうんですけど、最近、それをどうやって一瞬で、元に戻そうかなって思った時に、リンゴ酢をね飲むようにしたら、習慣づけて飲むように毎日してたんですけど、一瞬っていうものでもないですけど1週間も経たずに、結構元通りになりましたね。なので、やっぱり腸内環境って大切なのかなって思ったので、食物繊維とか、あとお酢、酢酸が入ってるお酢ですね、そういったものをよく摂るようにした方がいいんじゃないかなって思います。はい。で僕のこのチャンネルでも基本的にこういったスープレシピを紹介していますので、よかったらチャンネル登録、お願いします。では次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。